女官は時代により異なりますが、500人から1000人ほどいたようです。男性の官僚は王宮の外に住んでいて、王宮まで通勤していました。王宮内に住んでいたのは女官と宦官でした。女官になるにはどうすればなれるのかお話ししていきます。女官になるには一般的には5歳から10歳頃に王宮に入ることが多かったそうです。チミルという部署では4歳から5歳で王宮に入ります。その他の部署では15歳までに王宮に入りました。チミルとは王族の身の回りの世話を担当し、常に王族のそばで使える役職です。チミルだけが年少の時期に王宮に入るのは、宮中に慣れさせ、王族のそばで使えるのにふさわしい教養を身につけさせるためです。他の部署では特定の技能が必要であり、適性を見極めるため、チミルよりも年長の女子が選ばれました。先祖に罪人がいたり、病弱だったり、身分が低すぎたりする女子は見習いになれませんでした。見習いになると所属部署に配置され、厳格な徒弟制度でしつけや教育を受けます。病弱すぎると王宮から追い出されることもあり、病気にならないよう気をつけなければいけません。見習いの期間中は三軍の指導の下で仲間と共同生活をします。いじめもあるので強い精神力が必要です。女官は王様と結婚しているとみなされていたため、未婚を維持するのは当然とされていました。10代前半頃にある儀式を行います。腕にオウムの血一滴を落とし、腕から血が垂れ落ちなければ合格で、垂れ落ちれば未婚ではないと判断され、見習い宮女を続けることができませんでした。現代において何の科学的根拠のないことと分かっていますが、当時は信じられていたのでしょう。運悪く辞めさせられた人も多かったでしょう。見習いとしての経験を10年ほど積んで、18歳頃になると一人前の女官として認められます。三軍より下の女官をナインと呼びます。ナインになると三軍から独立し、数人で一部屋を共有することになります。しかし、ナインになったからといって永遠にとどまることができるわけではなく、能力や態度に問題がある者は容赦なく追放されたそうです。こうした生活の中で、無事に35歳ぐらいになると三軍に昇格することができました。見習いからスタートして30年ほどの歳月が経っています。
王宮内で長期の療養は認められなかったため、約30年間は健康を維持し、一生懸命働き、トラブルを避けなければなりませんでした。産軍になると待遇が良くなるので、女官の憧れでした。王族以外、王宮で亡くなることはご法度だったため、女官は年を経て治らない病気になれば、生きているうちに王宮から出なければなりませんでした。王宮から出た後も、女官には結婚が許されませんでした。当時、女性の再婚は固く禁じられていました。実家がある者は実家に帰ったようですが、彼女たちは未婚のため、子供がおらず、養子を取るなどしていたようですが、親戚がいない場合は、お寺などで最後を迎えたそうです。ドラマを見ていると気になりませんか？誰かいないかと王族の方が言えば、いつもそばでお使いしている同じ女官や宦官が登場します。彼ら、彼女らはいつ寝てるんだろう。チミルは昼夜二交代制。チミル以外は確実性だそうです。ドラマでは同じ人物ですが、実際は同じ役職の人が最低2人以上いるそうです。実際は交代で担当していたのですね。私は彼ら、彼女らの健康面を心配していましたが、安心いたしました。チミル以外は確実性だったので、一日働いたら翌日はお休みだったのですね。12時間働いたら36時間お休みだったようです。お休みの時には女官たちは他の部署へ遊びに行ったり、習い事をしたり、しっかりめに休んだりしたようです。ただし、王宮の外に出ることは許されませんでした。ドラマのように出たり入ったりすることは実際にはなかったということです。3軍以上になると、衣服の下に手を隠す仕草をするのは、あれは何だろうと思い、調べてみました。手や足などは無骨な部分であり、その部分を人様に見られるのは、美しさや礼儀の観点からはしたないとされていたようです。日本では平安時代の女性が扇で顔を隠したり、明治時代の写真に写っている女性が皆袖で手を隠していましたね。当時は手を隠して撮るのが可愛いとされていたようで、手が小さい方が美人という美的感覚があったそうです。今の私たちには失われている感覚です。韓国の手を隠す仕草は可愛いからではなく、
礼儀の面ではしたないからというところが異なりますね。衣装についてお話ししましょう。あの時代の女性が着ていたのはチマチョゴリです。チマはスカートで、短い上着がチョゴリです。起源は朝鮮半島の三国時代とされています。中国大陸の三国時代ではありません。朝鮮半島の三国時代とは、高句麗、百済、秦らの時代です。高句麗時代の王や貴族の墓の壁画からチマチョゴリの痕跡が発見されたそうです。日本では古墳時代から飛鳥時代にあたります。とても歴史のある衣装なのですね。上着であるチョゴリは時代が進むとどんどん短くなっていきました。16世紀には丈が70センチぐらいの腰のあたりまであったのに、18世紀には40センチくらい、19世紀には20センチくらいと胸までしか隠せなくなったそうです。そして現代において再び長くなりました。スカートであるチマは最初ウエストで巻いていたようですが、チョゴリが短くなっていったため、バストで巻くようになったようです。近代以降になると肩紐がつくようになりました。多分、チャングムの時代はチョゴリは腰まであったと思われます。ドラマの衣装は時代的には違うかなと思うのですが、綺麗なものは綺麗。ドラマを楽しみましょう。ドラマでは女官の衣装は控えめでしたけれど、王族の女性の衣装は華やかで綺麗でした。朝鮮王朝時代の後期は白が最も美しいとされていました。韓国の伝統的な民族衣装のことを韓服と言います。その中でも女性用の韓服がチマチョゴリです。巻きスカートであるチマは背中側が開いている側なのですね。背中側が巻き始めで、背中側が巻き終わり。日本の着物は背中側ではなくお腹側が巻き始めなので、背中側なんだと新しい発見をして嬉しかったです。チョゴリは日本と同じ前開きですね。そしてチマチョゴリの中の下着はズボンの形なんですね。日本の着物の下着とは随分異なりますね。接着剤でテグスを固定しております。そろそろ完成です。お話の続きは次回の動画でいたします。
配信をお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったよという方は、ぜひ高評価をお願いいたします。そしてチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。